皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今千葉県の五井駅にいます。今日も散歩 Vlog です。ちょっと歩きながら皆さんと話したいと思います。公園があるので公園に入ります。あ、砂場がある。ここは砂場です。砂を使って遊ぶところです。あ、ベンチもありますね。ここは駅から2分くらいのところです。いや、2分もかからないかもしれません。五井駅の今は西口側にいます。今日皆さんと話したいのは睡眠についてです。皆さんは最近よく眠れていますか？ちょっと待ってね、風が強いから声がちょっと聞こえにくいかもしれません。すいません。見てー、すごく綺麗。バラですね。もし眠れなかったら皆さんはどのように過ごしますか？私も時々眠れなくなることがあります。そしてそういう時に限って次の日早く起きなきゃいけなかったり、すごく大事な用事が入っていたりします。多分そういう時はその前の日っていうのもあってちょっとプレッシャーを感じていると思うんですよね。あとは余計な心配をしてしまう時に眠れなくなります。その心配っていうのはほぼありえないことだったりもします。でも小さな心配があって、それがどんどん自分の中で膨らんでいって悪いことを想像してしまうっていうのが私の場合は多いですね。なんだろうね、特に夜眠れなくなるとどんどん悪い方向に考えてしまいがちですね。皆さんどうですか？そういうことありますか？こう眠る前にあることを考えて、で最初はそこまで悪い考えじゃなかったんだけど、どんどん自分の中で悪くなっていくみたいな、そういうことって皆さんもありますかね？ちょっとぜひ経験を聞きたいです。あそこにまた公園があります。この辺は公園が結構ありますね。あー、風が強い大丈夫かなこれ。あそこに見えるのがデニーズです。こっち行ってみようか。デニーズファミリーレストランですね。ファミレスです。結構混んでますね。今1時半だし土曜日だからね。今日はね、実はカフェに行きます。皆さんをカフェにお連れしたいと思います。あ、公園が見えてきました。ブランコもあるし滑り台もあります。睡眠の話に戻ります。私は最近眠れない時は諦めます前までは結構自分を責めていました。でもしょうがないよね、眠れないんだからって最近思うようになって、もうしょうがない、今日はそういう日だって思うようにしています。でもこれが続くと本当に辛いですよね。多分ね、眠れない日が続いているっていう人も多いと思いますが、本当に辛いと思います。で今ちょうどね、睡眠に関する本を読んでいます。これは2年くらい前に買って半分くらい読みました。でちょっと読むのを忘れてしまっていて、最近また読み始めました。ちょっと待ってね、カフェの近くに着いたんだけど後で入ります。カフェの場所はここです。
ホテルの下に私が今日行くカフェが入っています。ラーメン屋さんもね目の前にあります。なんかちょっとここは人が少なくて話しやすそうなので、もうちょっと話してからカフェに入ります。でさ、眠れないとさスマホ見ちゃうんですよ。わかりますか？布団の中で。なんだろうね、やっぱり眠れないからやることがないってなってスマホを見てしまうんですよね。でそれは良くないことだと分かっています分かってるんだけど、なんだろう、スマホを見ることによって少しこう罪悪感が減るって言ったらいいかな。待って、こっち戻ろうかな。ごめんね、ちょっとなるべく人がいないところに行きたいです。髪の毛がボサボサですがすいません。で今読んでる本に書いてあったのは、やっぱり太陽の光を浴びることはすごく大事だそうです。日光を浴びることはすごく睡眠に影響を与えてくれるそうです。確かに私一日中家で仕事をすることがあります。一歩も外に出ません。そういう時は確かに眠りにくい気がします。風が強すぎる。本当にごめんなさい。来た時はそこまで強くなかったから大丈夫かなって思ったんですけど、ちょっともう私の髪の毛は気にしないでくださいそうそう。で多分皆さんも眠れないことってあると思うんですよね。私の周りの人もよくそういう悩みを話している人がいるし、これって別にどこの国の人だからとか関係ないと思います。不安なこと、心配なことがあったり、ストレスがあったり、あと体質で眠れない人もいると思うんですよね。私は医者じゃないからどういうふうにした方がいいよとかそういうアドバイスは言えません。あ、こっちまで来ちゃったから戻るねなんかさっきから近いところをうろうろしています。今日どうしてこの話をしたかったのかっていうと、私も同じような悩みを持っているからみんなの気持ちが分かるよっていうのを伝えたかったです。本当にね、眠れない人多いと思うんだよね。これは学生だからとか社会人だからとか主婦だからとか全然関係ないと思います。だからそういう悩みをお互い言い合うというか私がただ一方的に言ってるだけなんだけど、なんかそういう時にみんながどうしてるかっていうのをちょっとコメントで教えてほしいなって思いました。それではカフェに行ってコーヒーを飲みながらちょっと休憩したいと思います。今回行くカフェはこちらのホテルの下に入っています。私はこのカフェに何回か行ったことがあります。お気に入りのカフェの一つです。今回も事前に撮影の許可をいただきました。お店の情報はこの動画の概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。じゃあお顔を映さないのでちょっとこの辺すいません。ありがとうございます。美味しそうなケーキ、ガトーショコラ、そしてバスクチーズケーキです。私はこれを何度か食べたことがあります。じゃあ決まったので注文します。お願いします。菜の花リキューブレンドのホットとバスクチーズケーキでお願いします。こちらでお召し上がりですか？はい、食べていきます。イートインでリキューブレンドが1つとチーズケーキを1つですね。はい。セット割引させていただいて1182円です。はい、スイカでお願いします。こちらにタッチお願いします。あれ、完了になってる。ちょっと待ってください。はい。ごめんなさい、多分足りないかもしれないのでちょっとチャージしていいですか？すいません、申し訳ないです。残高が足りませんでした。今
チャージしてます。チャージできました。すいません、もう一度お願いします。お願いします。あ、なった。よかった。ありがとうございます。こちらこそ。お客様機会はご利用。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。じゃああちらで座って待ちたいと思います。コーヒーのメニューもいろいろあるので少しだけ紹介しますね。こんな感じになっています。コーヒー以外にもあります。あとバタートーストやエスプレッソ抹茶ラテなどもあります。じゃあ座って待ちたいと思います。ちなみに5月9日に撮影しています。来ました。こちらがチーズケーキで、こちらがコーヒーです。そしてこれは岩塩です。塩です。チーズケーキにこの塩を少しだけつけて食べるともっと美味しくなります。コーヒーを飲みながら睡眠に関する本を読みました。バスクチーズケーキももちろん美味しかったです。そういえば今年私が出版した文法の本から JLPT の N3 の問題が出たそうです。すごく嬉しかったです。他にも本を買ったという DM やコメントをくれて本当にありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。YouTube での投稿は7月とか8月とかになるかもしれないんですけど、投稿したらインスタの方にリンクお送りしますので、楽しみにしてます。YouTube の概要欄に御社のアカウントって載せても大丈夫ですか？もちろんです。わかりました。すいません。初めて見たから撮影してるのとか。恥ずかしい。皆さんスタッフに共有するの。嬉しい。びっくりしました。本当ですか？嬉しい。みんなでチェックさせて。はい、もちろんです。ありがとうございました。ちなみに今の会話とかって入っちゃっても大丈夫ですか？全然大丈夫。よかった。すごい。いや、素敵な声なんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。はい、失礼します。はい、今日は散歩しながら睡眠について話してみました。あと、多分カフェでコーヒーを注文している場面もあったと思います。皆さんが日本に来て少しでも会話をする時の参考になったら嬉しいです。それでは今日の動画はここまでにします。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。ごめんね、本当もう髪ボサボサ。本当に私の髪の毛は皆さん今回見ないでくださいって、そんなことできないか。バイバイ。